こんにちは、アドブロです。今回はバボラのピュアアエロ3機種をまとめてレビューしていきたいと思います。今回のメインになるのが2023年4月11日に発売されたばかりのピュアアエロラファオリジンと、ピュアアエロラファ、無印ですね。そしてプラスアルファで軽量版のピュアアエロチーム、この3機種のインプレをお届けしていきたいと思っております。で、特にこのピュアアエロラファオリジンは、ナダルのパーソナルスペック、つまり実際に、ナダルが使っているスペックっていうのを忠実に再現をしていて、でなおかつフレームであったりとかグロメットであったりとかっていうところもその現行のピュアアエロをそのまま使ってるとかではなくて、アエロプロドライブ時代のものをリバイバルするような形、実際そのナダルが使っているフレームにすごく近いものですよということで、販売をしているというすごくこうね尖った製品、単純な復刻とは違うかなりこう、魅力にあふれた尖った製品だと思うんですけれども、そういうこともあってすごくこう注目している人も多いんじゃないかなと思います。で一応一通り打たせていただくことができましたので、1本ずつ感想をお伝えしていきたいなと思います。それでは行きましょう。まずはピュアアエロラファオリジンの方からいきたいと思います。でこのオリジンなんですけれども、スペックおさらいしたいと思います。重量が 317g、 バランスが330、スイングウェイトが、一応ホームページに載ってるカタログ値なんですが335ですね。これストラングじゃなくてフレームが335ですね。モンスターですね。でちなみに参考まで僕がこれまで使ってきたラケットでいうと、305g の E ゾーン98で、だいたい実測値で、スイングウェイトが285ぐらいですね。50ポイントぐらい低い、っていうかこっちが低いんじゃなくてラファがめちゃめちゃ高いんですけどね。で通常のピュアアエロでもですね、スイングウェイト290ぐらいになっておりますので、とにかくねこのオリジンとんでもなくスイングウェイトが、高い値になっております。で、最初にね断言しておかないといけないのかなということが一つだけありまして、それがですね、もしもこのインプレを参考にしてね、買うかどうか、このピュアアエロラファオリジンというラケットをね買うかどうか、迷ってる、悩んでる、でいろいろねインプレを見て回ってますっていう人がもしもねいらっしゃるのであれば、そういう人は多分買わない方がいいと思います。実用性を少しでも気にして迷っているのであれば、買わない方がいいかなと思いますね。いわゆる金ドブになる可能性が非常に高いです。でなんでかっていうと、車で言うとその普通のラケットが乗用車だとしたら、このオリジンっていうのはそうですね、フェラーリとかランボルギーニみたいなスーパーカーであったりとか、あとはサーキット走るようなもうレーシングカーみたいな、そういった類のラケットと言ってもいいのかなと思いますので、そういうモデルに対して例えばね、例えばその荷物がどのくらい乗るのとか、乗り心地が悪くないのとか、燃費って悪くないかなとかっていう、そういうのを求めるのって、そもそもお門違いじゃないですかなので、このインプレ次第で、買うかどうかみたいなのをねちょっとこう悩んでた人がいるのであれば、すみません、諦めて次に紹介する無印のラファを買いましょうというふうに言いたいかなと思います。でこのオリジンっていうラケットを買ってもいいのは、周りの人がどんなインプレをしていようがもう買うって決めてる、もうそういう断固たる決意を持ってる人か、もう実用性全然いらないから、ナダルの、スペックをね再現された希少なモデルっていうことでコレクションしておきたいよっていうどっちかだけかなと思います。でこんな感じでいきなりディスるようなね感じになってしまいましたが、肝心の使用感の方も、レビューしていきたいなと思います。で今回はアルパワーが貼ってあるのを打たせていただきました。で結論から言うとほとんど使いこなすことはできませんでした。予想通りだったんですけど、でまずはその持った瞬間からもう明らかに重い、特にそのヘッドがめっちゃ重いっていう感じがあって、ストロークメインで
味見はねさせていただいたんですけれども、しんどかったですね。でインプレとか見てて、人によってはこのラケットに限らずなんですが、ハードスペックのラケットで、10分15分は、楽しく打てるけど、疲れてきたら大変だよねみたいな感想ってよくあると思うんですが、今回のこのオリジンに関して言うと、もうなんていうんですかね、頑張ってもそのフルスイングできるのが1回2回みたいな感じで、もう本当に一度のラリーの中で、もう疲れが出てくるみたいな、そんな感じでしたね。もう頑張ってフルスイングするのが連続してはできないみたいな、そんぐらいのしんどさがありました。はい、でさすがにもう片手のバックハンドは、振り切るのは無理でしたね。ヘッドがもう出てこん、無理、はいっていう感じでした。で打球感に関して言うと、本当にそのまんまって感じでしたね。そのフィルターがかかってない感じで、そうですね、これを打った後ピュアアイロを打つと、本当に現行のピュアアイロってなんだかんだ減衰性高まってんだなっていうのは思いました。はい。さすがにそのね、ベースが約20年近く前のモデルにはもうなってしまうので、直接比べるのが酷っていうのはあるかもしれないし、振動止めなしでね、打たせてもらって、でなおかつストリングもあるパワーで、お世辞にもね減衰性がすごくいいとかっていうのは言えないとは思うんですけれども、基本的にはそういったところも含めてですね、フィーリング的には結構粗いというか、硬めでガシッとした、ラケットだなと思いました。はい。で、食いつきとか乗っかる感じとかっていうのがどうなのかっていうと、よっぽどいいスイングじゃないと引き出せないかなと思いますね。はい。で、借りといてこんな文句言うのもあれなんですけど、アルパワーとの組み合わせも正直僕の体力だと正直あんまり良くなかったですね。はい。で、なんでかっていうと、そのアルパワーの良さを引き出すなら、速いスイングっていうのは必須だと思うんですね。で、一方でこのオリジンのラケットヘッドが重すぎて、速いスイングっていうのがかなり厳しい。じゃあすごい重たいラケットなんで、緩いスイングでも重さをね生かしてゆったり振って飛ばせばいいんじゃないかっていうのもあるんですが、そうすると今度アルパワーがボードを弾いてしまって、押しが加えられないというような感じになってしまって、潰せないし押せないし、どっちもできないっていう感じで、とにかくね、なかなかラリーが難しかったなっていうのは感じましたね。はい。で、ラフィノさんの動画でも言ってましたけど、そのナイロンマルチとかいいんじゃないかっていうね、そういう提案がありましたけど、確かに緩いスイングで重さを使ってね、運ぶように打つっていうことであれば、確かにそれありかなと思いました。エクセルとか、ブリオとか、そういう乗っけやすい方のナイロンを使うと実用性が上がるのかなとは思いました。で、じゃあそれがね、そういうセッティングにしてやるテニスがいいプレーにつながるのかとかですね、それはやったからラケット市場の中でのその平均以上の使いやすさになるのかとかっていうのは、甚だ疑問ではあるんですが、普通のフィジカルの、普通の一般プレイヤーがどうにかそのオリジンで、一通りプレイしてみたいよって思うのであれば、ありっちゃありなのかなとは思いました。はい。で、性能的なところで言うと正直、使いこなせなかったので、ひたすらねしんどいなっていうような感じながらやってました。で、ワンラリーの中でさっきも言った通り振り抜けるフルスイングできる方がむしろ珍しいぐらいで、頑張って打つんだっていう風に決心してもなんかね2球以上連続ではなかなか打ち切れないなっていうような感じでした。はい。で、ボールの引っかかり具合なんですが、ストリングピッチも多分ほとんど一緒だと思うんですよね、現行と。っていうか、現行がむしろこれに乗せてると言ってもいいんだと思うんですが、そんなに変わんないと思います。はい。で、弾道の調整自体は、重さをね、除けば比較的やりやすい程度の引っかかり具合かなと思います。で、勝手にね、弾道が上がるオートマチックな感じっていうそれではなくて、程よく上げやすくて、調整もできるよねっていう意味では、セミオートマな感じかなと思います。はい。で、結局スイング速度が出ないんで、その調整のしやすさも別に強みにはつながってないのかなとは思うんですけど、はい。感覚としてはそんな感じでした。で、唯一この重さが生きてるかなっていう感じで使えたのがスライスですね。はい。
重たいラケットあるあるかなとは思うんですけれども、振り上げる必要がね、ない。むしろその重さを使ってこう少し下方向にスイングできるので、デメリットになりにくいし、相手の速いボールに対しても、重さを生かして抑えが効いたスライスになるというような感じで唯一ちゃんと打てたかなと思うのはスライスでしたね。はい、ということで、トータルとして考えたときにめちゃめちゃ尖ったラケットなのは間違いないかなと思います。なので、その性能云々とかっていうことではなくて、ナダルってこんなラケットでプレーしてるんだみたいな気持ちで楽しむことのできる、ある種アトラクションみたいなものと思ってもらえると、いいのかなというふうに思いました。はい、次にピュアアエロラファですね。軽量の方いきたいと思います。オリジンではない方で 290g、 バランスが330、スイングウェイトがカタログ値で297で、オリジンに比べるとかなり軽量になってます。で、一般的な 290g 前後のラケットの中では、しっかりとしたスイングウェイトが、ある方かなと思いますね。で、一応セッティングはですね、ポリとポリのハイブリッド、ハイパー G とブラストだったかなと思います。で、明らかに軽くて楽に振り切れますね。で、実用性はもう普通にあります。はい。で、しっかり振り抜いてスイング速度を上げて、程よいスピン量で速いボールを打ち込む、そんなプレーがねしやすく感じたかなと思います。はい。アイロで290っていうね、微妙にそのチームとも違う設計っていうのはちょっと面白く感じました。で、打球感なんですが、やっぱりこれもオリジンと重量は違うんですけれども、現行と比べるとなんかちょっと乾いた感じというか、振動がそのまま手に伝わってくる、残るような感じかなという気がしますね。やっぱりその減衰するような素材だったりとか構造だったりっていうのは搭載されてないので、そういうフィーリングなのかなと思います。で、よく言えば素朴とかなんだろうな、ダイレクトな感じっていうことになるかなと思いますし、ネガティブな言い方をすると荒削りかなとか、ちょっと雑なフィーリングかなみたいな気はします。これはもう正直好みの問題かなと思います。はい。最近のバーボラとはちょっと違うんだろうなっていう、そういう感じでした。はい。で、性能的には現行のそのピュアアエロの 300g であったりとか、次に紹介するピュアアエロチームとかよりも全体的に控えめな印象でした。で、スイングウェイト297なんですが、ものすごいパワフルかっていうと別にそんな感じはなくて、むしろそのね、自分でしっかり飛ばすような感覚が必要かなっていう気はしましたね。で、回転のかかり方も比較的穏やかですね。弾道の調整はやっぱり、しやすいんですけれども、そんなにすごい上がるとか、なんだろうな、すごい引っかかるとかではない気がしました。で、カスタムとかも含めて、あんまりそのラケット自体のその性能的なアシストとか主張とかは求めてないよっていう人には、悪くないチョイスになるのかなと思いました。では最後にですね、ちょっとおまけみたいな感じでピュアアエロチームもインプレしていきたいと思います。これは普通に現行のアエロシリーズの中の、軽量モデルというところで 285g、 バランスが320で、スイングウェイトは280ですね。なんかさっきの2本と比べるとものすごくスイングウェイトが小さく見えるんですけど、実際こっちの方がスタンダードなスペックだと思います。で、ストリングピッチも、300g の通常のモデルとは違って一つ前のモデルですね、2018年モデルのピュアアイロと同じ、開いた、オープンストリングパターンと呼ばれる、間隔の広いタイプになってます。で、ハイパー G のタンバリですね、の状態で打たせてもらいました。で、明らかに打球感というか減衰性はいいなというふうに思いましたね。急に安心して使える感じがしました。これは僕が普段 285g のフレームを荷重して 300g ぐらいにしてしっかり振って使えるようにしてるとかっていうのもあるとは思うんですが、すぐにこう馴染むというかね、慣れてるなっていう感じがしました。はい。
で、まあ、ラファシリーズと比べると、あの2本打った後に使うと、ボールの飛び出していく感じはちょっと控えめかなと。スペック的にもね、当然かなとは思うんですが、ちょっと控えめな感じがしました。なので、自分でね、ビュンビュン振ってボール飛ばしましょうねっていう感じのラケットなんだろうなっていうのは思いましたね。はい。で、強いボールに対しては、特にそのブロックするような感じで打った時には、その軽さから来る部分なのかちょっとわかんないんですが、少し物足りない。決してその打ちにくいとかではないんですけれども、ちょっと物足りない。もう少し重みがあった方がスライスとかも抑えが効きやすいのかなっていう感覚はありましたが、カスタムベースとして考えても、いいスペックだなと思いますし、アイロシリーズの特性を考えると、その無理に重たいのを選んでしまって、スイングスピードが上がりきらなかったりとか、後半スタミナが切れてしまった時に、振り切れない、打ち切れないみたいになってしまう方が、損なのかなと思うので、僕がもし今日打った3本の中で、どれか1つ選ぶなら、これにするかなっていう、そんな感じでした。はい、ということで今回はバボラのピュアアエロラファオリジン、そしてラファの無印、ピュアアエロチーム、この3機種を、まとめてインプレレビューをさせていただきました。なんといってもラファオリジン、これ注目している人が、多かったんじゃないかなと思うんですけれども、めっちゃ尖ってましたね。繰り返しになりますけど、インプレをね見て買うかどうか検討するっていうようなモデルではないですね。周りが何を言おうがもう買うんだって決めてる、っていう人以外は、手を出すべきモデルではないかなっていう感じはしました。で、このスペックを見て、まだね実用性があるんじゃないかとかね、僕には使いこなせるのかなどうかなみたいにね、そういう淡い期待をしている一般プレイヤーっていうのはそんなにはいないんじゃないかなとは思うんですが、はい、コレクションとしてね持っておくのはいいのかなって思いますし、あとはそうですね、ナダルってこんなん使ってるんだみたいな、そういうアトラクションとしての楽しみ方がいいんじゃないかなと思います。で、一方のラファの無印ですね、軽い方は、普通に実用性はあって、で、このデザインが好きで使いたいっていう人であれば、こっちをね、買った方が絶対いいとは思います。で、アシストとか、ラケット自体の強い味付けみたいなのそんなにね、ないので、そういうのはあんまり求めてないよっていう、自分で制御したいよって思っている人には、ありだと思います。で、最後にピュアアエロチームで軽めで振りやすいし、やっぱり現在のラケットっていろいろね、よくはなってるんだなっていうのを改めて感じられる、そんなね、一日でしたね。はい。しっかり振って使っていけるラケットだと思いますし、カスタムベースとしても、いい落としどころのラケットなのかなと思いました。で、ピュアアイロ2022年モデルの 300g、スタンダードな方ですね、はすでにインプレ動画アップしておりますので、よろしければ概要欄の方からそちらの動画もチェックしていただけると嬉しいなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。デザインが好きだったらね、買っちゃっていいとは思うんですけれども、実用性に対して過剰に求めたりとかっていうのはちょっとね危険かなとは思いますので、少しでも参考になれば幸いです。今回もご視聴いただきありがとうございました。それでは。